こんにちは。こんにちは。今日は上馬店でいつもやっているサドルハイトの高さの合わせ方をやっていきたいと思います。で、じゃあまずはサドルハイトとは何かっていうのをご説明しておくと、BB の軸の中心からサドルの座面の一番上のところまでの高さをサドルハイトって呼びます。で、よくね、俺サドルハイト700ですとか、そうですね。ある程度数字で分かってると合わせやすい。シリアスなバイク乗る人とかは割と自分の高さも分かってたりしますよね。そうね。なので人の自転車借りる時とかちょっとじゃあ700に合わせてとかっていうのができるようになるので、一回その数字を覚えておくとだいぶ分かりやすいかな。そうです。で、ちなみに今このバイクが BB の中心からで、ここですね、シートチューブに沿ってって、そこのサドルの上面の高さなんですが、今これ700、ジャスト70センチですね。で、長さ700ですか？僕700ぐらいです。700で今ダンカンさんの高さ、国サイズぐらいで、なぜこれをこう合わせるのか。よくママチャリとかだとダンって下に足がベタってつくようになってたりとか、あとは結構高すぎちゃう人とかもいて、でそうすると、ペダルにこううまく力が伝わりづらかったりとか、あとは最悪ほんと膝痛めちゃったり、腰痛くなってきたり、サドル座ってるお尻痛くなってきたりっていう悪影響があるので、よく僕らは納車する時とか初めてバイク買ってもらった時に、最初サドルの高さをこう合わせて納車するっていうのをやってます。で、今日はその方法をやっていきたいと思います。じゃあ今日は実際にウエンツを例にとって、ウエンツが普段乗ってるディベンデルのジョアパルサ、これをモデルに、サドルハイトの調整をしていきたいと思うんですが、今これわざと合ってない高さにしてます。ダンカンさん高さですね。俺の高さ、そうね、ウエンツと俺が身長差とかでいうと10センチ弱ぐらい差があって、やっぱ人の足の下の長さも股下の長さも違うので、それ人それぞれ合ったサドルの高さっていうのがあるんですが、じゃあまずは乗ってもらいましょうか。乗ってみましょうか。ちょっと待ってね。もうすでにちょっと高いはい、これが一応高い、いつもより高くした状態って感じですかね。ギリッギリ下、つま先届いてるけど、お尻がこう左右に足回すと伸ばした方に落っこっちゃったりとか、ね、これやることによって足伸びきっちゃうので結構膝痛くなったり、あとこうつま先立ちしてるとふくらはぎめちゃくちゃつりそうになるじゃないですか。それが自転車漕いでる時にもずっと起きてて、ふくらはぎつりそうになっちゃったりとかっていうのがあるので、これダメな例、高いバージョンのダメな例ですね。じゃあ一旦降りてもらって。一旦降ります。じゃあお次は、低すぎるバージョンですかね。さっきよりだいぶグイッと下げました。じゃあちょっとまたがってもらって、別にペダル普通に漕ぐことはできる感じですかね。さっきの足伸びきっちゃってとかはないんですが、下にペダルが来た時にだいぶこの膝が曲がってる状態で、これもやっぱり効率よくこう力伝えきれない状態になっちゃっているので、あと下がることによって結構お尻荷重が大きくなる感じがあるので、こうお尻痛くなっちゃう人とかはちょっと下げすぎを疑ったりしてみてもいいのかなっていう感じです。唯一のメリットとしてはこうとっさの時に足がつくっていうの、足、そうね。ママチャリとかだとやっぱみんな下げて乗るのはサドルに座ったまま足を地面につきたいからっていう人もいますけど、スポーツバイクなのでねしっかりとした高さに調整してあげるって感じですね。してあげたい。じゃあ今これ低すぎる状態なので、じゃあ実際に調整してウエンツにバッチリな高さを合わせていきたいと思います。で、基本的に調整するときは自転車スポーツバイクの場合は六角レンチ、工具を使ってネジを緩めて上げ下げすることが多いです。このバイクの場合はネジがもう埋め込み式というか、そうですね、ラグでくっついてる、一体型の止めるところにネジが刺さっている状態で、こいつを緩めることによって上げ下げできます。
あとは中にはレバー式のやつがあったりもするんですが、じゃあ一応今回はこれなのでネジにあった六角レンチを用意してあげて、こいつを反時計回りに回していってあげると、これで高さが調整できるようになります。まずは、大体の目安として自転車のじゃあ横のサドルの部分に立ってもらって、だいたいここの腰骨ちょっと出っ張った骨ぐらいの位置にまずは基準として合わせといてあげると、だいたいそこら辺の高さになるかなって感じなんですけど、いい感じ、ざっくり腰の多分そうですね、バッチリだと思います。バッチリ、はい、じゃあちょっと一旦これで動かないように締め切って、でここ締めすぎ注意。よくネジを折っちゃったりネジ山を舐めちゃったりしてる人がいるので、締めすぎ注意です。そうですね。あと薄いシートポストだとこう潰れちゃったりします。ああそうね。あとトムソンのやつとかもね、そうですね、力かけすぎ注意です。じゃあこれでまずは大体の高さに設定したので、じゃあまたがってもらいましょうか。おい。さあでこのまたがった状態で普段自転車こぐこの母子球、つま先の方じゃなくてかかとを乗っけてください。でこのかかとで乗っけた状態でペダルを一番下に回した時、この時に膝が伸びきるか伸びきらないかみたいなぐらい、足がピンとなった状態ですね。でバッチリペダルに届いているかどうかと、あとお尻がそっちの伸ばした側に落ちちゃってないかっていうのを見てあげてください。今どうですか？ちょっと高いですかね。ちょっと高い。お尻がちょっとお尻が動くかな。 OK です。じゃあここからもうちょっと下げていきたいと思います。はい。じゃあちょっとまだ高すぎたので、はい、もう少し調整していきましょうか。もうちょい下げます。もうちょい。結構ね1センチぐらい変わるだけでもだいぶ変わります。変わるので、今体感何センチぐらい下げたら1で1でこんぐらいかな。そうですね。じゃあこれでまたグッと締めていって、はい、どうでしょう。乗ります。だいぶいいです。さっきから1センチぐらい下がった状態。じゃあまたかかとを乗っけてもらって、下行った時に膝がピンとなる。バッチリ乗ってますね。でお尻もそんなにそうですね、落ちちゃう大丈こと夫そうはなさそうおちょっな。で基本的にいつも乗るときはもっとつま先側になるので、じゃあつま先の方で踏んでもらって、じゃあまた下持ってきてもらいましょうか。でこの状態にすると、ここの膝が軽くくの字に曲がる状態、これが一応ベストな高さって言われてます。どう、漕ぎやすい？これ慣れた高高ささですね。いつも乗り慣れたでこれをやってあげることによってしっかり踏み込んだ力がペダルに伝わって、でその膝とかお尻腰とかに、トラブルが出にくいっていう言われてる高さになります。サーリーとかリベンデルとか街乗りのバイクだともうこれでほぼほぼ決めちゃいますよね。そうですね。でこれを基準にして結構ちょっと低めちょっと高めとか、プラスマイナス 1,2 センチぐらいは好みあるとは思うんですが、これやって明らかに今までのサイトルの高さと5センチ違うとかだとちょっと合ってないかなっていうのになっちゃうので、皆さんこれを参考に調整してもらえればと思います。でちなみにサドルハイト最後測りましょうか確か670くらいだと正解です。正解。さっき700ありましたからね。665。5ミリ、いつもそうですね。僕合わせがてるやつの5ミリ。また下を測ってきちんと乗りたいバイクとかでピチッとサドルハイトを出すときはだいたい669と。669、
で一応まあこれは本当参考までの一例でしたけど、今ウエンツが言ったようにしっかり股下を測って、でそこから数字計算したりとかっていう方法も一応ありますが、まあ、これが本当一番簡単にお手軽に合わせられる方法なので、ぜひやってみてください。はい、でまあサドルハイトが分かってると大体のフレームサイズ、自分の目安が分かったりとか、あちょっとこのフレームこのサドルハイトだとでかすぎるなとか、っていうのも分かったりするのでありますね、はい、シート自分のサドルハイトに合わせるとシートポストがめっちゃ出ちゃうなとか、そう逆に全然出ない、全然今ここが600なのにシートが560とかあったらもうこれっぽっちも出ないとかになっちゃうので、一応参考までしてもらえればと思います。じゃあ合わせていきましたけど、はい、結構こういうリベンデルとかサーリーとかってまあ今の高さよりもちょっと低めに乗ったりもそうですね、よくするかなっていう感じですかね。体感で今やった感じだと5ミリ低かったですし、ね、5ミリそうね、低かったような状態。ロードバイクとか、グラベルロードとか、まあ、しっかり距離を走ったりとかする人はもうちゃんと股下をグイッと測って、そうですね、で計算して出したりとかっていう方法もできますし、ピスト乗ってる人とか、このシートポストがドンと出てる方がかっこいいからっていうのはありますけど、ちょっと高めに乗ってる人多いかなっていうのは見受けられるとかあるので、まあ、一度この方法でちょっと合わせてみてもらったらと思います。乗り心地もペダリング効率も上がりますし、あとは横つらい位置でこう自転車を見たとき、やっぱグッとサドル高い方がかっこよく見えちゃうんですけど、自転車単体だといざこう自分がまたがって乗ってる姿ってやっぱ正しいサドルの高さ出てた方がかっこいいですよ。確かにちょっと足がピンと伸びきっちゃって無理して乗ってるなっていうのとかもあったりはするので、やるよりかはきちんとした、まあ、ある程度適正の高さで漕いでる姿の方がやっぱ見ててかっこいいなって。そうですね、一度騙されたと思ってちょっとサドルの高さ、そうですね、自分に合った高さに一回、確認してもらうというか合わせてもらうと、親調子いいぞって乗りやすい、俺今まで何だったんだっていうね、思ってもらえるかもしれないですね。靴のソールの厚さとかによってもまた変わってくるから、そうですね、ちょっとこの方法を覚えておくと、薄い靴と厚いブーツで、やっぱいろんな靴で、こういうバイクとかは特に毎日乗る自転車だといろんな靴で乗られると思うんですけど、それによって感じ方もそうね今日ちょっとブーツでソールあるからあれ低いなとか、全然ありますよね。そうサンダルでソールないから高いなとかあるので、俺はね結構それの場合クイック式にしてます。買えます？普段そう乗る場合スニーカーで乗る場合、ほぼほぼビンディングが多いんだけど、それだとねもう基本的に足の位置って固定されるからサドルハイト影響ないし、なんでそれが1個ポイントかもしれないですね、ビンディングペダルをつけてる自転車、ビンディングシューズで乗る自転車は割ともうきちっとサドルハイト測って乗ると、もうペダルの高さというか靴の厚みがビンディングシューズだともう多分均一なので、踏む位置が絶対決まってるから、逆にフラットペダルだとちょっと疲れてきたら足の中央で踏んでちょっとスピード出したいときはつま先で踏んでとかもあったりするから、好みはありますが、ここが合ってるとだいぶ乗りやすいかなと思うので、ぜひじゃあ試してみてください。調整してもらえればと思います。で、自分でここ工具使ってやるの不安だなって方はお店持ってきて相談してもらえれば、サドル実際に合ってるか僕らが見たり調整したりもできるので、ぜひご相談ください。ご相談ください。はい。っていう感じで今日は自転車のサドルハイトについてお話ししました。はい。じゃあまた。